縫い目のような綺麗なコンシールファスナー付けができました。誰でも綺麗にコンシールファスナーの付けられる縫い方を紹介します。縫い代は 1.5 センチつけます。これは一応ワンピースと設定しているんですけども、スカートでもつけることはあると思います。ファスナーのこれは下止まりで、ファスナーの上止まりは縫い代出来上がりから5ミリ下になります。なのでファスナーを最初に上止まりから 1.5 センチのところで切っておきます。こうすることで上端とファスナーの上端を合わせることで出来上がりから5ミリ下に上止まりが来ることになります。それでは縫っていきます。ファスナー止まりから下は普通の縫い目で縫います。ここで止まりで返し縫いをして一旦糸を切ります。切った後に大きな縫い目でファスナー部分を縫っていきます。後ろ中心を縫いました。縫い止まりで返し縫いをしてファスナー部分は大きな縫い目で縫っています。これをアイロンで割ります。ファスナー止まりはここです。これでファスナーを身ごろに仮止めしていきます。まず上端、ファスナーの上端と身ごろの上端を合わせます。合わせたらこういう風にめくって身ごろの後ろ中心の縫い目とファスナーの中心が合うように目で見ながらまず待ち針を打ちます。待ち針を打つのはファスナー布と縫い代のみです。表側になる布に針を刺さないように気をつけてください。合わせて待ち針、合わせて待ち針、合わせて待ち針。これは左右とも待ち針をしてください。次にミシンで縫っていくんですけど、表地の縫い止まりよりも5ミリ下までファスナー布と縫い代を仮止めをしていきます。仮止めをするときにはファスナーのこの主になるべく近い位置に仮止めをした方がいいので、普通の押さえだと近くを仮止めすることができないので、こういう片押さえに変えます。これでファスナー布と縫い代だけを仮止めしていきます。ファスナーの主になるべく近いところ、ちょっと押さえが後ろの方が長いのでこのスライダーが邪魔するので
できるところからで良いです。待ち針を取りながら、なるべく近くを踏まない、この主を踏まない程度、なるべく近くを縫います。普通の縫い目で縫います。表地のファスナー止まりよりも5ミリ下まで縫います。反対側も同じようにして縫います。これで粗く縫った縫い目をほどいていきます。これでスライダーをビヨーンと下まで下ろして1センチぐらい上に上げます。上に上げたらこの隙間から持ち手をぐっと中に差し込みます。そうすると裏側から持ち手が取れるので触れるのでビュンと引いて下まで下ろします。表側にはスライダーが見えなくなりました。これでコンシールファスナーの押さえ、こんなやつですね、押さえに変えてファスナー付けをしていきます。ファスナーをつけていきます。仮止めができて なくて止まってない部分はアイロンの折り目の部分にファスナーの虫が来るように目で見て調節合わせてください。これで縫っていきます。コンシールファスナーの押さえは溝になってる部分にこの虫をはめて縫っていくんですけど、はめる時にこのままだと針の位置がこの位置に来てしまってペロンとめくった時に2ミリぐらいファスナーの布が見えてしまうので、理想は直角まで起こしてギリギリのところに針が落ちるのが一番綺麗につきます。なので直角に起こして縫います。起こして縫う、起こして縫う、3センチぐらいずつ進めていくと綺麗に縫えると思います。で、縫い止まりまで縫います。縫えました。次に反対側を縫います。起こして縫う、起こして縫う、起こして縫う、起こして縫う。
よいしょと出して入れていきます。これできれいに縫うことができました。最後に後ろの下止めを移動させます。この下止まりの移動位置はファスナーを一番下まで下げるんですけど、5ミリだけ上げます。その位置にこの下止まりを手で移動します。これでペンチで軽く潰します。これでもう動かなくなりました。止まりのあたりも擦れていなくて、ファスナー布も覗いていない縫い目のような綺麗なコンシールファスナー付けができました。皆さんもこんな風にしてやってみてください。